参りまーす。あれ、バッグのチャック閉めたっけ？閉まってる。明けましておめでとうございます。こんにちは、僕です。よろしくお願いします。明けましておめでとうございますってね、きっと編集終わってる頃にはね、正月ムードも終わってるとは思うんですけれど、一応言わせてください。皆様明けましておめでとうございます。年末年始ずっと仕事してまして、本日やっと休みいただきました。ということで、宮ヶ瀬走ってきました。ありがとうございます。いやー、寒いね。寒いよ。でもね、久しぶりにバイク乗ると、気持ちいい！最高！寒い。はい、ところがどっこいいや。タイヤを交換しました。やっぱりミシュランだよね。今回のタイヤ、これなんですけど、全部セットで、工賃込みで48,000円でした。でっかいタイヤの在庫処分困ってたんだろうね。超安い。お話がそれましたが、本日動画を回しているのは、とある撮影のためでございます。はい、庵野健の動画でございますね。庵野健ですよ。皆さんが大嫌いな庵野健の動画ですよ。はい、この度グッドエンドさんから動画作ってみねえかとお誘いいただきまして、案件動画を今作っている感じです。はい、グッドエンドさんって何なんぞやという話なんですが、バイク用品の買い取り専門業者ですね。僕もね、思ったよ。今このご時世、このトレンドの中で買い取り業者を使って売るメリットって何なんだと。あ、まあ余計なこと言っちゃいけねえ。はい、ということでね、この動画がもし再生されてるっていうことは、僕の自由奔放な動画がグッドエンドさんに採用されたということで、許可が下りたということで、多分動画が流れているんだと思います。はい、最初に言っておきます。グッドエンドさんからは動画を作ってみないかとご提案をいただいただけでありまして、内容の打ち合わせと一切しておりません。全て私の独断と偏見で内容を作成しております。自由な発言がございますが、どうぞご寛容くださいませ。じゃあ行ってみようか。レッツゴー。はい、今回ご提供じゃないや。ご依頼いただいたグッドエンドさんですが、先ほどもお話しした通り、バイク用品専門買取業者でございます。ちらっと言っちゃったんだけどさ、いや僕の本音を言うと、今って自分で売る方が高くつくじゃん。利益が高い。フリマアプリを使って転売をすれば、自分の好きな設定で価格が変えられる。ね、売りたい価格で売れるわけじゃん。メルカリを使ったとして、メルカリ側にはまあ販売手数料とか取られちゃうんだけれど、それでも業者に売るよりも自分で売った方が高値がつくよね。自分で梱包したりとか事務作業が発生する手間が少しはあるけれど、昔に比べたらまあ楽になったよね。それが今トレンドの中で買い取り業者に売る理由って何なんだろうって、ごめんなさい、私も疑問です。例えばグッドエンドさんのじゃあサイトとかをじゃあ例として表してみようが、登録簡単、送るだけ、査定無料。これさ、今さ、買い取り業者の中ではもう当たり前じゃん。だからこういう風にさ、登録簡単うんぬんっていうのをまあ言っちゃえば表に出して、それをアピールポイントには絶対にできないわけよ。で、売る側からしたらさ、だって損したくないだけじゃん。1円でもいいから得したいよなって考えると、簡単に売れるのとちょっと手間がかかるけど高く売れるフリマアプリだったらフリマアプリ行っちゃうよね。おそらくこんなことは言ってはいけないんでしょう。グッドエンドさんごめんなさい。これは一般人の当たり前の考え方です。だから今更買い取り業者を使う理由が分かりません。ところがこれは庵野健の動画でございます。ということで私は買い取り業者使ってみようと思います。今回売る2点はこちらです。やらせとかじゃなくて、たまたまフリマアプリ出そうと思ったんだけど、ジャケット類ってさすがになんか重みとかあるから送るのめんどくせえなと思って、そのままにしてたジャケット2着でございます。まず1着目がこれね。いやー、よく着たわ。こう見えて最初はね、黒色だったんだよ。悪口言うわけじゃないけど、アルパインのね、日焼けってすごいよ。色あせ方尋常じゃないよ。メルカリで売るとしたらいくらで売れるんだろうと思って、欲しい利益としたら2000円かな。販売手数料とか送料引かれるんだったら4000円で出すかなっていう感じで、もう1着がこれ。元値がこれ確か5万近くしたジャケットなんだよ。ちっちゃいんだよこれ。海外製のバイクジャケット、ちょっと大きめかなって。今まで大きめのトレンドで着てたから、これもう大きめなんだろうなって、サイズをねちょっとねワンサイズ小さめにして買ってみたんだよ。そしたらこれね、小さめのサイズで出来上がってやがるから、
着てて肩が凝っちゃってさ、もちろんフードの中が色あせております。込み込みで6000円で出したいところ、この2着を合わせて僕の手取りの利益の想定は6000円です。2着で6000円の利益があればよかったなって思ってる。それをね、グッドエンドさんに出したらいくらになってくるのか、これグッドエンドさん知りません僕が今勝手にやってることです。これだから6000円を上回ってくれたら買い取り業者って意外と嬉しいなって思うよね。これ下回るんだったらやっぱり自分で転売した方がいいよって。じゃあ買い取り業者に出してみます。レッツゴー。すごいでしたな数日経ちました。じゃあこのまま前回の続きのお話をしたいと思います。グッドエンドさんに買い取りをお願いいたしました。ちょっとね、数日間査定に時間がかかってましたね。で、数日後にメール入りました。6000円の利益があれば買い取り業者ってちょっと意外と高いんじゃないかと。はい、結果がこちらでございます。ありがとうございます。ちょっとね、ごめん、ボケ殺しどうせ買い取り業者なんて安く取ってくるんだろうと。だからやっぱりフリマで売った方が高くつくから、あまり買い取り業者おすすめしないけれど、案件なので概要欄の URL から皆さん買い取り申請してくれたら嬉しいですよっていうオチにしようと思ってたんですよ。思ってたんだけどさ、違うわ。結構良かったわ。じゃあメール見てみましょう。査定士のコメントも今回ありましたね。グッドエンドさんってこれが常なんですかね。頑張りましたと。今回頑張りましたと。お前が言うことじゃねえよっていう話なんだけどね。まあそれはさておき、この中間の文章嬉しいよね。若いライダーさんに喜ばれるでしょって感じいいねで、金額がちょっと僕いい線行き過ぎたのかな。メルカリで転売しようとした価格そのものが買い取り価格になりました。つまりは送料と販売手数料込みの値段で買い取ってくれるとご査定いただきました。ありがとうございます。私はとっても満足でございます。メールの下の方にありました通り、当日メール返信すれば振り込んでくれると。当日に対応の速さは迅速さはこれ嬉しい。ちょっとね、僕の中でイメージが覆りました。悪いもんじゃねえなっていうこんなに親切な会社なんだなっていう。散々さケチョンケチョンに言っといて結果満足ですってやらせかよ。ちなみにグッドエンドさんに買い取り申請したのは9月です。買い取り用の段ボールを送ってもらって放置したままでした。そしてそこから3ヶ月後、グッドエンドさんの代表取締役の方からメッセージ来まして、ありがとうございます。おー、買い取り案件か。僕にも案件が来たぞ、嬉しいぞって思ってお家にある段ボールよく見たらグッドエンドさんでした。3ヶ月後にしれっと何事もなかったように送りつけて申し訳ございません。はい、買い取りの方法は簡単です。ネットに打ち込んで梱包する段ボール欲しければ送っていただけます。送り方なんですが、私ですね、段ボールを持ち運んで宅配業者にこうよろしくお願いしますするのがとても嫌いでして、集荷依頼かければ持ってってくれます。佐川が指定らしいですね。ただ僕は佐川が嫌いです。査定金額気に入らない場合送り返してくださいと言えば送り返してくれます。買い取り業者今当たり前なんだろうけど本当にひねくれ者でごめんなさい。ひねくれ者ですが、今回の金額、そして査定士のコメントという一つプラスアルファの優しさにとても好感が持てる会社でございます。いや本気でいいなと思う。何様だよお前って話になるんだけどさ、ごめんなさいね。ご家庭でもしも眠っているウェア等あればぜひグッドエンドさんに買い取り申請をしてみてください。感じのいい会社であることには間違いないです。概要欄にリンクを貼っておきます。ここら辺から、ここら辺って言っても分からねえよな下の方にね、この説明欄のところにリンクを貼っておきます。そこからですね、買い取り申請をしてくださると私ちょっと高価なビールが飲めますまあいいや。概要欄のリンクからぜひグッドエンドさんをご利用ください。結構時間かかったからやっぱ忙しいっていうのもあるんだろうけど、少ない査定人の数で1個ずつ確かめてんだろうなと思うと、まあブラックな要素感じるよね自由な発言がございますがどうぞご寛容くださいませはい、ここまで動画ご視聴いただきましてありがとうございます。ご依頼いただいたグッドエンドさんありがとうございます。ということで今回の動画は終わります。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました